皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、東京オリンピック開会式の作曲担当であった小山田圭吾氏について取り上げていきます。この人物は東京オリンピック開会を前に大きく注目されました。というのも、彼が行った学生時代のいじめの内容というものがあまりにもひどすぎるとして大きな話題となったのです。その内容というのは、テレビの報道などでは、その内容があまりにもひどすぎるために表現を柔らかくしなければならないほどです。具体的には、暴行行為や排泄物を食わせるといったような、もはやいじめという言葉で形容するにはあまりにもひどすぎる犯罪級の行為を行っていました。しかもインターネット上で話題になったのはそうしたいじめの内容もひどかったのですが、そのあまりにもひどすぎることを大人になった後であたかも昔やった武勇伝かのように語っていることが一つ特徴としてあり、そのことがあまりにも多くの人々の嫌悪感を抱かせるものでした。そのような状況にさらに輪を加えるような話として、おそらく彼はその問題について一切更生などしていなかったのではないかといったことについても、これまた批判が集中することとなっています。今回の動画においてはそのような人物の行ってきたことというのが果たして本当にそれだけで済んだのか、他にもやっていることはなかったのか、そういったことについての記事を取り上げるとともに、またそのような人物がなぜ東京オリンピックの開会式の作曲担当などという非常に大きな仕事を引き受けることになったのか、そのあたりについてのニュース2本をご紹介しようと思います。辞任の小山田圭吾に極悪前科、今度は重病患者を嘲笑インタビュー。実は問題となったいじめ自慢インタビューの他にも、小山田には前科があった。1996年発売の月刊ギグス2月号のインタビューで、フリッパーズギターとしてデビューする直前の出来事として入院した時の話をしていた。友人と一緒になって病室でギターを弾いて騒いでいたという。二人とも寝ないから夜中にガンガンやってると、ガンの末期患者の人とかのうめき声がうーとかって聞こえてくる。かっこ笑い。と、なぜか末期がんの人を笑う。さらに、機械につながってるんだよ。そういう人とかって。ピーン、ピーンとかいう機械みたいなのがあって、夜中にピーとかって音が反応するの。かっこ笑い。それで、ああ、今日もまた一人死んだとか言って、かっこ笑い。夜中にあんたたちがギター弾いているからだって看護婦さんに怒られた。かっこ笑いと、死の瞬間も笑っていたという。小山田はこのエピソードを心温まる話だよねと語り出す露悪性も発揮していた。いじめや障害者差別ではないが、高齢者や病気の人へのいたわりはない。雑誌記事のようなものとして残るような話としても、平気でこのような話をする人物が一体なぜ東京オリンピックのような大イベントに起用されたのか、そのあたりについての疑問があると思います。そのことについての回答はこちら。組織委員会小山田氏は我々が選んだわけではない。式典チームが仲間を誘って、前日に雑誌で障害者とみられる同級生をいじめていた過去を告白していたことを問題視されていたオリンピック開会式作曲担当のミュージシャン、小山田圭吾氏が電撃辞任。問題発覚後も留任の姿勢を貫いていた組織委員会の対応が問題視されている。武藤事務総長は小山田氏の起用について、女性タレントの容姿を侮辱した演出案を提案したとして辞任した前総合統括の佐々木宏氏の後任チームが残っていただかないと間に合わない中で、そのグループが全体の計画に必要な人々、仲間を誘って形成されていったと人選していった中で演出グループができたという。我々が一人一人任命したのではない。仲間、気心知れた人たちでやれないと進まない。作られた全体のグループをそのまま任命した。我々に任命責任があるのは間違いないが、我々が一人一人選んだわけではないと強調した。小山田氏の過去について、組織委員会は認識していなかったことを強調しているが、そういう形ゆえに知らなかったと説明した。名簿を受け取った時にチェックすべきという声は、もちろんそう。一人一人調査することはなされなかったと説明した。この記事の中で出てきた、前総合統括の佐々木宏氏というのは、タレント渡辺直美さんに対する容姿について侮辱したということを引責辞任の理由となっています。まず第一に指摘しておかなければならないのは、人間誰でも悪いことを行った後に更生すればある程度それを許すべきだというのが社会の前提としてあります。ですから犯罪を起こした人物であっても、その後裁判を得て刑期を務めれば、その後は
新しい人生をやり直すことが、それこそ社会として目指すべき形だと言えるでしょう。しかしそれはあくまでも更生した人物に対するチャンスの話であって、果たしてそういった更生していない人物に対して社会はどう取り扱うべきでしょうか。今回小山田圭吾氏の行ったいじめ、そしてそのいじめを全く反省せず大人としてのうのうと過ごし続けてきた彼に対して批判が集中するのは、私は仕方のないことだと思います。現代において過去何をやってきたかというのは記録としてずっと残るような時代になりました。ですからその時やった過ちがその時だけでは終わらず、犯した罪に対する責任というのは何十年か後になっても取る時が来る、そういったことが現代の姿だと言えるでしょう。そして2つ目のポイントというのは、学生時代におけるいじめもそうなのですが、いじめを行う時というのは別に自分一人だけで行うということだけではありません。おそらくは彼が行っているいじめを容認するようなその周囲の仲間というものもきっと存在していたはずです。そのような雰囲気を感じることができるのが今回紹介した1つ目の記事です。入院した時になって病室でギターをかき鳴らしていて、がんのおそらく末期患者の方のその最後というものを非常に嘲笑っているような発言というものが記事として残っているというのです。これは明らかにそのような発言をしても全く煙たがられないような周りの友人たちがいたことを私は読み取ることができます。皆さんもそうでしょう。そのようなことをインタビューで語れる人物というのは、それこそ友達と呼ばれるような人たちの間では普通の会話として行っており、誰もそれを咎めないような環境で育ってきたんだろうなということが想像できるはずです。ですから小山田圭吾氏が直接炎上するようなことになったいじめのことについて言っても、また今回ご紹介した記事であるような発言や行動といったことからも見ても、彼が普段どのようなことを考え、そして生きているかというのはなんとなく想像できるのではないでしょうか。そしてなぜこのような人物が大きなイベントの担当となってしまったのか、その点については2つ目の記事で述べられています。そもそも組織委員会としてはこういった一つ一つの事柄について誰々を指名しますよといったことはなかなか難しいでしょう。実際問題、政治家を中心としてその責任者として名前が並んでいるわけですから、誰がいいかななんていうのはほとんどわからないはずです。そういった意味で彼らが誰に人選を任せるかとなった時に、今回の件であれば渡辺直美氏に対する侮辱発言をしたことで引責辞任した佐々木宏氏のその影響下にあるメンバーたちからその仲間として選ばれたのが小山田圭吾氏だというのです。つまり組織委員会としてはこの人にしようといった話をしていたわけではなく、もうすでに動いているチームがあるんだから、そのチームの中から仲間が集まってきたのを了承するしかなかったというわけです。そしてそのような政策人を選ぶ素地となっていたのが、このオリンピックに関しての業務で様々な面で顔を出している電通の存在というものが大きいでしょう。組織委員会としては実務が担当できないわけですから、どこかに任せるしかないわけで、その実務を担当するとなった時に業務を投げられる先として電通があるわけです。ですから電通がまともな仕事をしなければこのような人事なども平然と通ってしまい、後になって組織委員会としてちゃんと一人一人の身元について調査すればよかったなどと後悔する羽目になるのです。このことからわかるのは、まず第一に電通に仕事を丸投げしてそのままほったらかしにしていた組織委員会側の方にも落ち度があるし、また電通の側もそもそもこのような人材というものが集まっているろくでもない集団を普通にオリンピックにあてがってしまう、そのようなろくでもない集団だということです。オリンピックの構想その初期においては様々なクリエイターの名前が挙がっていたのに、電通のこのような選んだ人選によってそれら才能あるクリエイターというものが弾かれる形でろくでもない人たちというものが残ってしまっているのも電通は大いに反省すべきでしょう。皆さんはこの話題を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録、そして動画見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。